ナンバー18、1202.5、再生への挑戦、ごまかしの終焉と修羅の全巻き直し。やってしまいました。断線箇所を少し解いてつなぎ直せばいい。そんな甘い見通しが最悪の二次災害を招くことになりました。いろは電子工作所第18回の報告です。墜落で沈黙したハッピーモデル 1202.5、 慎重に、本当に慎重に被服を剥がそうとしたその瞬間、プツッという指先に伝わる嫌な感触。断線箇所はさらに奥のもう手の届かない場所へと逃げていきました。小修理という逃げ道は自分自身の未熟さによって完全に塞がれました。残された道はただ一つ、全てを解き一から巻き直すこと。それは一階のメーカーが踏み込むにはあまりにも深く険しい修羅の道です。しかしここで新たな壁が立ちはだかります。手元のエナメル線とオリジナルの線形が微妙に違う 0.1 ミリ単位の差ですが、これが致命的です。バランスが命のブラシレスモーターにおいて一層だけ特性が違う線を使うことは制御システムへの裏切りを意味します。ごまかしはもう通用しない。私は同一規格のエナメル線を再注文し、到着を待つ間、まだ生きていた残り2層の線も全て解き明かす決意をしました。ステーターが完全に裸になる。もう後戻りはできません。解体時の動画をスローで何度も見返し、オリジナルの巻き数を特定します。聖なる数字は12。0.29 ミリのエナメル線を1巻きずつ指先を真っ赤にしながら同じテンションで12回隣接するコイルとの干渉を下げ、持続密度を高めるために充填率を極限まで追求する。それは修理を超え、もはや製造という名の外科手術でした。計測結果、0.2 オームから 0.4 オームの間、正常な他の3基と完璧に同期するインピーダンスをマークしました。0.2 オームの調は、失われた神経系が私の執念によって再建された瞬間です。失敗をより高い完成度への糧にするエンジニアとしての矜持をかけた全巻き直しのリビルド。しかし本当の試練はこれからです。この手作りの心臓は再び正しく鼓動を刻むことができるのか。次回、運命のベンチテスト。それではまた次回。